こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、モチベーションを高く保つ方法について解説していきたいと思います。これですね、結構視聴者さんの方から、モチベーションをですね、どうやったら高く保てるんですかみたいな質問をですね、結構いただくことが多いので、今日はですね、自分が具体的にどうやってるのか、モチベーションをですね、高くするためにどうしたらいいのか解説していきたいと思います。でもですね、僕自身もともとむちゃくちゃモチベーション高かったわけではなくって、いろいろですね、工夫して、今みたいな状態でモチベーション高く保てるようになったので、今日はですね、具体的に、そもそもね、モチベーションって何なのっていうところと、それをね、高く、保つ方法、それをね、維持し続けるのもすごい大変なんですよね。その方法を、わかりやすく解説するので、ぜひですね、これからもうやる気に満ち溢れてですね、もうもふもふしまくりたいっていう人はぜひ最後まで見てみてください。ということで、モチベーションとは何か、これね、漠然としてるイメージがあったんで、自分はですね、まずモチベーションって何なんだろうって、考えてみたんですけども、やっぱこう、モチベーションが高い状態になりたいって思うんだったら、それをですね、明確にしないといけないと思います。で、そのモチベーションが高い状態っていうのは、やる気があって目標に向かってですね、こう行動し続ける、そういう状態を僕はモチベーションが高いっていうふうに、認識しています。なので、どうやったらですね、そのモチベーション、やる気あって、その夢に向かってですね、目標に向かって、行動し続けられるか。そこがですね、結構重大なポイントになります。で、別にですね、これ一つだけ、補足なんですけども、別にモチベーションなくても全然問題ないと思います。普通にですね、平々凡々と普通に暮らすっていうのも全然ありだと思うので、絶対モチベーションないといけない、そういうわけないのでですね、あった方が、自分はですね、そういう方が楽しいって思ってるんで、モチベーションをですね、高く保つように、工夫してると。別にないからいけないってわけではないので、そこはですね、勘違いしないでください。人生いろんな生き方があるので、別にですね、なんかにそういうのに疲れるって人もいるので、それでもっともだと思います。結構疲れますね。なので、まずね、夢があったり、モチベーションを高く保つためには、このなんか目標とか夢とか、そういったものがね、大前提としてないといけないですと。じゃあ、そのですね、モチベーションある人の方が実は稀で、自分自身もそんなにモチベーション高いわけじゃなくて、ここ5年ぐらいですかね、なんかこう夢に向かって爆走し始めたのは。で、いきなりね、こうなんかある日雷に打たれて、俺はやるんだみたいなね、そういう状態にあんまりならないですよね。ちょっとずつなんかこう積み重ねて、モチベーションできていくようなもんだと思います。ある日突然なんかスイッチオンにしてね、なんか気合が入るようなもんではないので、で、自分自身も本当過去にね、どうしていいのかわからなくって、夜な夜なですね、何もせずにですね、ライブバー行ってギター弾いたりとかしてる、そういった時代も楽しんでる時代もありました。で、自分自身過去なんでですね、モチベーションとか、目標とか、持つ前どうだったかっていうと、やっぱこう忙しすぎてね、何もできない。こう仕事だけにもなんか暴殺されるみたいな。で、具体的にね、何やっていいのかわからないっていうのもありましたね。どうしようってね。で、さらに特にですね、目標もない。そういった状態だったので、これをですね、どうやって解決していったか、目標をですね、自分自身どうやって作っていったか、解説します。で、圧倒的に多くのサラリーマン、僕も含めてなんですけれども、やっぱ忙しくて何もできないっていうことを経験されたことあると思います。本当ね、まず、そういった方はですね、時間を作るっていうことを、一番のですね、目標にするっていうのが、僕はおすすめですね。で、時間を作る、自分の自由な時間を作るためにはどうしたらいいんだろうっていう風にやって、本当20代、会社入ってすぐぐらいの時に、たまたま、部長さんが結構業務改善、取り組んでくださる方で、残業なくして、早く帰って、家に行って、自由な時間楽しもうよって言ってくれたんですよね。その言葉のおかげで、そうか、会社早く終えたら、その分ね、自分の人生楽しめるんだっていうのを気づいたんですよね。それおかしな話で、なんかもう会社にね、こう仕事をし続けるのがですね、人生だと思ってた時代もあったので、こうやって自由な時間をね、仕事だけじゃなくって、そのオンとオフを、ちゃんと切り分けて、自分の自由な時間も楽しめる。そういうのをですね、目標に、するのを、そういうことがきっかけにですね、結構考えてましたね。で、どうやって時間を作るかっていうと、やっぱり何に時間を使ってるかって明確にしないとやっぱりわからないので、こう一日にね、何時から何時何やってたかとか分類したりとかは、当時やってましたね。業務改善の、人たちと。それすごい良い経験で、どこにね、どれだけ自分の時間使ってるか、いろいろ分類していて、会議なのか、打ち合わせなのか、資料作成なのか、説明なのかとかですね、なんかこう、ツールなんか開発してる時間なのかとか、そういうのをやっていく。で、さらに、それをですね、なくせないのかとか、その、時間使ってるところなくせないのかとか、簡単にできないのかとか、自動化できないのかとかですね、外注できないのかとか、そういうのをいろいろ考えたりとかして、少しずつ時間を作っていきました。なので、やっぱ、忙しすぎるとですね、心にも余裕なくなっちゃうので、時間を作るっていうのはすごい重要で、で、すぐにはね、やっぱならないので、これね、10年ぐらいかかってずっとやってましたね。で、時間かかるけど少しずつ、やってました。
で、具体的にどうやってきたかっていうと、本当不要な仕組みをなくしたりとか、あと仕事のですね、失敗、やり直しが多いとですね、本当に人生無駄になるので、最初、なるべく、一回で完成させるように、やり直しがないようにする。それで対策を打って、失敗したら対策を打って、また失敗したら対策を打ってっていうのを、ちょっと愚直に繰り返すっていうことですね。結構ね、やり直し多いんですよね。開発とかだと。そういうのをね、なくすだけで、結構残業がね、圧倒的になくなったりします。あとパソコンの操作とか、ショートカット使ったり、キーボードを言ったりとか、ツール開発できたりとかですね。この前ちょっとね、パソコンのプログラミング、Excel の VBA とか言ったんですけども、そういうので開発したりとかですね。さらに、これもね、部下の育成とか、もし部下ができたら、部下をですね、ちゃんと育成して、自分以上に育てるっていうのはすごい、いいと思います。そうすることで、自分が、わからないこととかも、ですね、部下の人の方が詳しくなっていくっていう、そうやってスキル、いろんな人がいろんなスキルやることで、チーム全体としてですね、それぞれ特殊能力を持った人たちがいて、そういう人たちと一緒に、仕事することで、よりですね、アウトプットが、組織としてのアウトプットが上がるので、自分は自分以上にですね、スキル持った人が、この分野はこの人が長けてるみたいな結構いっぱいいましたね。むしろね、結構わかんないの教えてもらったりとかしてましたね。で、家事を楽にするっていうのも重要ですし、家帰ってからもね、なるべくルンバとかね、ドラム式洗濯機を使ったりとか、これね、二つ結構おすすめなんですけど、最近ね、ダイソンの掃除機使って、ダイソンで、サイクロンですげえ取れるのを見るのが楽しみなので、最近ルンバ使ってないんですけども、結構そういうの活躍して、家事をなくすっていうんで、まずは時間を作るっていう風になりました。で、時間をね、作ったらどうするかっていうと、次、何やったらいいのかわからないっていう人結構いると思います。僕もね、本当何やってるのかわからなかったし、目標もなかったんですけども、そういった時は、やっぱりいろいろ体験してみるといいですね。これいつも言ってるんで、何回か聞いてる方もいらっしゃると思うんですけども、本当ね、ゲームでもいいし、筋トレとかね、副業とかね、あと楽器を弾いてみるとかね、何でもいいと思うんで、興味あるものをですね、体験してみるっていうのはすごい重要だと思います。で、やってみたら、いろいろ、楽しいこともわかるので、まずはね、やってみる。リスクがないものはやってみるっていうのはすごいですね。いきなり投資、不動産物件買ったとか絶対やめた方がいいんですけども、リスクがないものは全然挑戦した方がいいと思います。で、挑戦し、失敗したくないよって人いるかもしれないですけども、挑戦するから失敗するんですよね。なので、本当に失敗したくないよって気持ちわからないことないんですけども、本当ね、何事も挑戦しなかったら失敗せずに人生そのままいけるんで、何も挑戦しないっていうことは、やっぱ人生ね、楽しくなくなっちゃうんで、僕は失敗してもいいから挑戦するっていう方が好きですね。で、面白いものと出会えるまでやると。ちょっと体験してみて、ね、つまんなかったらやめてもいいし、どこまでね、やるかってなかなか悩ましいんですけども、そういうことをやってきてました。で、新しいことをゼロからやると、本当ね、脳が活性化されるんで、そのね、体験をちょっと身につくことで、いろんな他にも応用聞いたりとかするので、本当ね、レベルが上がってくるんで、いろいろやればやるほどね、いろんなことができるようになるんで、僕はすごいお勧めしてます。で、目標をですね、作ってみるっていうのもすごいおすすめで、何でもいいからですね、達成できる目標を、やるっていうのがすごいおすすめです。で、特に、苦しまずにですね、達成できるものがいいですね。もう苦しみ抜いて、達成できるものとかやると、もうモチベーションも下がっちゃうんですよね。なんで俺こんなことやってんだろうみたいなね。なので、楽しみながら、達成できるぐらいの目標はいいです。で、いきなりね、オリンピック出るんだとかね、そういうのをできる人も一部いるんですけども、多くの人はやっぱ難しいですね。それを続けるのは。なので、小さな目標でいいので、それを、こなしていくのがいいです。で、楽しみながら、目標達成。本当ね、ゲームのイベントとか、ゲームに熱中されてる方わかると思うんですけども、次このイベントをクリアして、これをクリアしてって、ギリギリね、クリアできるぐらいのところが来ますよね。で、クリアすると、やったって達成感が出るみたいなね。それがね、モチベーションの原動だったりとかするので、本当ね、ゲームとかと、近いと思います。僕ね、もともとゲーマーだったので、すごいわかるんですけども。じゃあ、モチベーション、目標がね、これで見つかって、モチベーションをですね、高く、保つ方法ですね。結構、なかなかね、最初やろうと思って一年発起しても、それやっぱ続かない人がすごい多くて、自分自身もね、なかなか続けられないことを、経験してきたので、どういうですね、工夫をしてるか、これがやっぱ一番重要なんですよね。で、これを続けることによって、自分のですね、さらに、高みに行けるっていうところがあるので、続けることがすごい重要です。で、維持の方法としては、やっぱり本当に維持することが大切なので、一つとしては達成した場合にどういう風に自分がなるのかっていうのをイメージするっていうのポジティブなイメージですよね。これを達成したら、こんな風にですね、人生が変わるんだ、みたいなね、その明るい未来、例えばマラソンでね、走れるようになって体が健康になったら、よりですね、疲れない体になって、もっと自由な、
ね、楽しみ方ができるとかね、なんかその鉄棒で逆上がりができるようになるとかですね。もう何でもいいんですけど、そういう明るい未来をイメージするのがいいですね。なんかネガティブなね、もうなんか走ると辛いなとかね、息切れして、もう足も辛いしとか、そういうのは、ネガティブで、かえってやりたくなくなっちゃうんで、明るいイメージですね。で、これも言ってるんですけど、目標を紙に書いて潜在意識にすり込むっていうのもすごい重要なので、これもですね、お勧めしてます。こういうことで、目標を、なんかもう潜在意識レベルで勝手にですね、それに近づくような行動になるっていうのが、まあ多くの人が言ってることですね。で、あと目標を達成したい理由を明確にする。なんでこれをやりたいのかとかですね。なんで、ギターが弾けるようになりたいのかってね。例えばなんか CD デビューしたいんだとかね。なんでもいいんですけれども、そういう、目標を達成してですね、多くの人に、歌声を届けたいとかなんでもいいので、そういう、理由をね、明確にすると、よりですね、そこ、夢に、そのモチベーションに加速がついて、勢いがついて止まりにくくなります。で、おすすめの方法は、さっきもちょっと言ったんですけども、目標をですね、壮大な目標、例えば、10キロ走るとかあったとしたら、いきなり10キロって走れない人も多いと思うんで、それね、目標を小さく分割していくっていうのが、おすすめですね。例えば、100メートル走るっていう目標にして、で、それが達成できたら、200メートル走るとかですね。で、次の週は、500メートル。次の週は1キロ。そういうふうに徐々に目標をですね、達成していく。なので、失敗しないようにですね、すると。いきなり10キロとかやると、本当遠く、もう絶望のドラゴンボールのね、蛇の道みたいなイメージになっちゃうかもしれないんで、まずは近場から行くのがすごいいいですね。で、あと、これもね、おすすめ。グラフに書いたりとか、やったら丸つけたりとかですね、どれぐらい達成したのかっていうのを見える化するっていうのがすごい重要で、本当ね、それで、俺これだけやったんだっていうのが、またさらにですね、その継続するモチベーションになるので、それがすごい大切です。で、あとはね、オンとオフが大切なので、休むときは、ゆっくり休むっていうことで、それがすごい重要です。で、さらに、同じね、目標を持ってる仲間とか見ると、励まし合ったりとかできるんで、すごいですね、そういうのも、おすすめだったりとかします。で、あと最後にですね、情報発信してみようっていうのも、すごいおすすめで、情報発信することで自分のですね、学んだことを整理することができたりとか、そのね、人に伝えようとすると、そのエッセンスを絞り込むんで、よりですね、深く、体の中に染み込むっていうかですね、定着しますんで、記憶とかが。なので、その膨大な覚えたこととかやって、新しいことやったことを、いかに体系立てて、ノートを作るっていうとね、ちょっとあれ違うかもしれないですけども、その体系立てて要素をシンプルにして、それを発信することで振り返りとかね、学びになるんで、これもね、すごいお勧めしてます。で、別にですね、顔出しいらないので、SNS とかブログとか YouTube とかで情報発信するとですね、自分のやってきたことが、結果ね、この時こんなんだったなって振り返ったりとかできるんで、結構情報発信ね、面白いと思いますね。で、役に立つ情報を発信するってことで、で、仲間もね、見つかりやすいんで、例えばギターだったらギターを弾くためにですね、今日はF のコードをね、やったけど、音がビリビリになったとか、そういうのをね、やって、1年後とかね、振り返ったりとかして、見ると、この時こんなんだったんだとかね、そういう記憶見ることで、やる気が出たりとかしたり、また同じ悩みを持ってる人とかがね、集まって教えてくれたりとかですね、そうやって頑張ってる人っていうのは周りから応援されるしてくださる方がやっぱりいらっしゃるんで、そういうね、そうやって仲間を見つけて、で、さらにより高いところに行くっていうのがすごい重要ですね。なので、特に、それである程度身についてきたとしたら、過去の自分に向けて情報発信するっていうのはすごいおすすめなので、自分自身がね、例えば不動産投資どうやってね、物件買ってきたかっていうのを、記事書いたりとかね。たまに、みんな書いてるから意味ないよって方いらっしゃると思うんですけども、それはね、結構違うと思ってて、自分自身の体験っていうのはね、唯一無二のものだから、自分自身がこう考えてこう行動してこうなったよって、僕はこれがおすすめですっていう経験を、すごいね、初心者の人って、見たがるんですよね。僕自身も、初めの頃っていうのは何始めるにしても、その体験談っていろんな人の体験談を見て、じゃあ自分には向いてるかなとか、じゃあこれ面白そうだな、じゃあ何やってたらこうやろうとかですね。いろんなその体験談を見ることで、それをいろんな人の情報をやって、じゃあ自分に当てはめるってことをやる人が多いので、人自身のですね、体験なんていうのはすごい貴重だと思うんですよね。だから自分自身が悩んでこうやって解決したよっていう方法とかをぜひですね、情報発信することで、役に立つっていう、しかも仲間も見つかったりとか、自分のやる気、モチベーションにもつながるし、知識も体系ができるんで、結構ね、情報発信は僕はお勧めしてますね。やりすぎてね、一日ツイッターやりまくるとかね、そうすると、目標とね、目的と目標違っちゃうんで、それはちょっとね、ダメなんで、ハマりすぎないほどほどにですね。で、もしね、情報発信したよって方は、
再生リストで YouTube の始め方とかですね、ブログの始め方とかやってるんで、よかったら見てみてください。で、まとめなんですけれども、やっぱりモチベーションをね、維持する方法っていうのは本当難しいです。まずモチベーションを持つっていうこともね、難しいんですけれども、持った後ですね、それを維持する方法もすごい難しいので、ちょっとずつね、取り組んでいくっていうのが重要ですし、その火をね、消さないように、温めておくみたいなね、そういうイメージですね。で、まずは、時間がないって方が多いと思うんで、もしね、時間がないって方がいたら、時間を作ってね、いろいろ挑戦してみようとか、このね、ゴールデンウィークとか、家でいらっしゃる方も多いと思うんで、そういう機会を持った時に何かいろいろ挑戦してみたりとかですね、プログラミングやってみたりとか、本一冊ですね、新しいジャンル勉強してみようとか、すごいおすすめですね。で、実際にやって、楽しいものを、楽しいものだから、目標を選んだ方がいいと思います。楽しくないことをね、やり続けるの結構、辛いと思うんで、多くの人は、僕もそうなんですけど、楽しくないことはやっぱ継続するのはむちゃくちゃハードですね。なので資格の試験とかすごい嫌いですね。苦手ですね。で、なりたい自分をイメージして、将来ね、これをできるとこうなるんだっていうことで、そこにね、モチベーションを維持できるっていうか、そうすることで、より明るい未来になるんだってね、走ると辛いんじゃなくて走ると健康になるって、そういうプラスの方にイメージを変えていくことで習慣化しやすくなると。で、やっぱ最初、慣れるまでが一番辛いんで、とにかくね、いろいろ楽しみながらごまかしながらなんとか続けて、慣れていくのが重要ですね。で、慣れると苦痛でなくなるんですよね。YouTube1 本目とか2本目撮るときは相当大変でですね、何を喋っていいのかとか、カメラの前でどうしていいのかとか、もう本当ね、全然、ど素人から始めたので悩んでたところももちろんあるんですけれども、1ヶ月、2ヶ月続けることで、全然ね、そのカメラの前で喋ることも全然普通に慣れてたし、昔半笑いっていうかね、変な感じでやってたんですけれども、今結構自然な感じで YouTube できるようになったら、やっぱ慣れてきたからっていうのもあるので、そういうので、今動画撮るのは全然普通だし、苦痛では全然なくなってきてるんで、最初はね、ちょっと辛いかもしれないんですけど、そういった時に、続けることで、ね、習慣化できるっていうことで、例えば、本当歯磨いたりとかですね、顔洗ったりとか、お風呂入ったりとかは、習慣するんで、もう本当ね、当たり前のやってると思うんですけど、そのレベルまで行くと、別に意識をですね、何もイメージしなくても、自然とできる。そうすることで、普段の生活に行けるっていうんで、それもすごいおすすめですね。で、情報発信はおすすめなので、ぜひですね、情報発信、せっかく学んだものを覚えてるうちにですね、情報発信して、多くの人の役立ったりとか、自分自身のためにもですね、そういうの残しておくといいと思います。で、顔出しは別にいらないし、別に、名前とかもですね、ペンネームみたいなの何でもいいので、そういったところがすごいおすすめです。で、一番大事なやっぱ疲れたら休んだ方がいいですね。これで病んじゃったりしてもしょうがないので、適度に楽しみながらやるっていうのは僕の、おすすめです。なので、中にはね、もう全勢力使ってやりきるんだってね、日々やるんだって燃えてる人もいるんですけども、僕はそういう、燃えて排水の陣でどうこうみたいなのは嫌です。常に逃げ道っていうかね、ほどほどに楽しみながらやりながら、いろいろやってきたっていうことで、そういうね、体験で株とかね、不動産投資、ブログ、YouTube とか、ギターとかね、そういう楽しみながらやってきたんで、いろんなことができるようになったっていうのが、あります。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルですね、不動産投資、経済ニュースとか役立つ情報を発信してるってね、もしよかったらチャンネル登録ですね、ぜひお願いします。またですね、いつも高評価、コメントありがとうございます。引き続きですね、役に立ったらぜひですね、コメントいただければ嬉しいです。また、Twitter とか SNS とかでシェアしていただければ、嬉しいです。また、インスタとね、Facebook ページ最近やってるんで、ぜひですね、よかったら登録してみてください。どうもありがとうございました。ウェイ。ちょっと髪が伸びてきましたね。髪がモフモフしてきた。ずら疑惑があるみたいですけども。